サワディーカー、サラリークッキングの青です。今回は旅レポート、ヤラー県にあるベートンを紹介します。残念ながらヤラーはパッタニー、ナラティワートと合わせてタイ新南部と呼ばれ、イスラム武力勢力によるテロが頻発し、外務省が危険情報レベル3を出している地域です。行っていいものかどうか悩んだのですが、ベートンというマレーシア国境の町に雲海を見渡せるスカイウォークが完成して、多くの観光客が訪れていると知りました。そしてベートン空港が完成し、2022年3月にノックエアが就航。ところが10月28日で休止となるので、この機会を逃してはいけないと思って思い切って行ってきました。紹介するべきかどうかも悩んだのですが、こんなタイもあるのだよと知ってほしいのと、行けない土地だから見たいって思う方もいるのではないかと、そしていつか平和になって誰もが訪れられるようになることを願ってアップすることにしました。よかったらお付き合いください。昼頃に到着してチェックインまで間があったので、まずはランチに行ったのですが、激混みだったので街を散歩して時間つぶし。旅行情報などありませんので、Google マップだけを頼りに街の中心にある時計台を目指しました。この下にトンネルがあるのですが、トンネルをくぐるか丘を登るかでとりあえず登ってみました。トンネルは後でと思ったら結局通らないまま終わってしまいました。坂の上にアートミュージアムがありました。これは中国人向けの観光スポットですね。動画に撮りませんでしたが、中国最高指導者の写真や万里の長城のバッグもありました。好きなだけ写真撮ってくれって言われたんですけどね。街全体ももっとムスリム色が強いのかと思ったら、思った以上に中華系の影響を大きく感じました。これいいですよね。タイの連休だからか観光客がとにかくたくさんでした。ただ聞こえてくる言葉がタイ語というより南部なまりのタイ語なのかマレー語なのか中国語なのかよくわからなかったです。初日のランチ、ベートンはチキンが美味しいとのことで、おすすめのカオマンガイの店を聞いたらこちらを紹介してもらいました。1時間前は本当に行列で大変だったんですよ。いろいろメニューはありますが、やっぱりカオマンガイ。タレが2種類ついてくるのは珍しいですね。肉は身が引き締まっていて、脂っこさ、しつこさがなくて、いくらでも食べられそうでした。ランチの後はホテルへゴー。これはエッソのガソリンスタンド。なんか渋いですね。ベートンは坂道が多い印象です。ホテルというかゲストハウスで滞在中、メイドさんと鍵の受け渡しをしただけで、オーナーや他のスタッフと会うことはありませんでしたが、旅行前から旅のアドバイスを散々いただいておりました。翌日のツアーの手配もお願いしました。2人には広すぎる部屋でしたね。夜は Google マップで探して徒歩10分のおしゃれなお店を選んで行ってみたら、予約で今日はいっぱいと断られました。次に来た4人グループも同じく断られてとぼとぼと。
翌日の予約をして帰り、別の店を探すことに。途中歩いていたら、世界で一番高い郵便ポストというのがありました。思いがけず名称を見られてラッキー。歩き疲れたところでやっと見つけたお店。スープとおかず1品をまず注文。もう1品頼みたいなとメニューを見てたけど、ビールとご飯でお腹いっぱいになってしまい、ホテルに戻って二次会ってことにしました。2日目の朝です。長い一日の始まりです。当初予定4時半発が連休で混んでいるからと午前4時発に変更。目覚ましの時間に悩みました。約1時間揺られて駐車場に着いたと思ったら、バイクに乗り換え、山道をそれなりな距離走ってやっとお目当てのスカイウォークに到着。この後は列に並んでオープンを待ちます。入場料というのはないようで、スリッパというか靴カバーを30バーツで購入します。これが歩きにくくて、ガラス面はものすごく滑りました。景色を眺めていい気分になっていたら、後ろでバッターンって音がして、振り向いたら人が倒れて仰向けになっていてびっくり。その後起き上がって休憩していたようで、なんとか大丈夫だったようでよかったです。こんなところで大怪我しても病院なんてないですからね。だんだん明るくなってきましたが、やっぱり日の出って感じではないですね。本当に日の出運がないんですよ。でも雨じゃないのでいいです。前日は大雨で大変だったようです。なんか青空も見えてきました。雲海も見えてきました。雲海は8時から9時くらいまでは見られるようです。この建物は6階建てで、下の階からスカイウォークを見上げてみたり、上の階から見下ろしてみたりしました。ここからの眺めが雲海もよく見えてよかったです。来てよかったと思えるひとときでした。すっかり明るくなったところで、もう一つの展望台に向かいます。
スカイウォークを後にして訪れたのはサパンテープスー橋です。この木製の吊り橋ができるまでは向こうとの行き来はいかだしかなく、農作物を運んだり病気の人が行き来するのにとても問題がありました。テープスーは橋の建設に関わった人の名前のようです。実際に地元の人が利用していてバイクも通っていました。次に訪れたのはウモンピラミッドトンネルです。その昔、タイにも共産主義を主張する方たちがおりまして、タイだけでなく東南アジア各地にいたわけですが、ベートンのこのピラミッド地区ではマレーシアの共産党、マラヤ共産党と一緒になって活動していたようです。ちなみに北の山岳地帯でも共産党が活動していましたが、そちらはベトナムと一緒になっていたようですね。タイ共産党といってもタイ人はいなくて、ほとんど華僑だったようです。時期によってはマラヤ人民抗日軍が結成されて抗日ゲリラ活動や、その後反イギリスの活動もされていたようですが、ここが拠点になっていたかどうかは分かりません。この深い森の中に潜伏してトンネルを掘って暮らしていました。トンネルは1キロの長さで200人が入ることができ、9つの出入り口があり、それぞれ木で覆われたりして外からは見えないようになっていました。中には寝室や物置があり、空襲を避け物資を収納するためにも利用されていました。ここで何年もの間生活をして訓練をして教育を受けていた人たちがいたわけですね。タイ共産党出身者でタイの政治家になった方も何人かいるようです。これもタイの歴史の一部なのでしょうが、今は平和的な観光地となっているわけで、時代は動きます。いつかは新南部のイスラム過激派の活動も平和に転じてくれればなぁと願うばかりです。ここにはトンネルだけでなく1000年の木と言われる大木もあります。大木と言いますか、これって3本の木が絡み合ったものなんでしょうか。次はフラワーガーデンを目指します。標高が高く涼しいところにあるそうです。地図を見たらくねくねの道、実際にくねくねを登ったり降りたりしながら到着しました。到着してガイドが一言、中に入る？お金払ってまで入る？と聞いてきました。ここまで来てそれ言いますか。どうしようかと思っているうちに大雨になったので、しばらく外から景色を眺めてランチへゴーとなりました。こちらはこの辺に来たら絶対に食べてほしいおすすめのお店なんだそうです。ところが予約していなかったので、もう予約でいっぱいと断られて呆然。ガイドが無理やり早い時間で2人だけだからとねじ込んでくれて、メニューを見る間もなく2人分の料理を注文してくれました。これはプラーニン、ティラピアが有名なお店です。1匹を半分にして頭の方はヌンマナオ、ライム蒸し、尾の方はサンブロ、唐揚げにして甘くて辛くて酸っぱいソースでいただきました。プラーニンは昭和天皇がタンパク質不足のタイに送ったのだそうです。今では輸出用淡水魚として雇用も生み出す経済効果の高い魚で、世界第4位の生産国となっています。いけすを見たらもっと大きいティラピアがいてびっくり。ガイドが5、6人いたらキロ500バルツ以上の特大サイズを食べられたのにねと言います。大きいのは大味のような気がするのですが、大きい方が身がより多くふわふわで美味しいそうです。
次はベートン温泉。雨が降ったのでどうかと思いましたが晴れました。入り口は中国ムード満々なんですが、売店では漢方も売られていました。広いですね。子供たちは我慢しきれず服ごとジャポンって入っちゃっていた子もいました。温泉卵も試したかったけど、お湯の温度が割と低めなので時間がかかりそうでした。タイではうずらの卵もよく温泉でゆで卵にしますね。ベートンの町の方に向かいながら、この辺に来たら立ち寄るべきと言われるのがこのチャオクワイのお店。仙草ゼリーと言われ、薬草を煮込んで作るヘルシーなスイーツです。特に女性に大人気。よく亀ゼリーと比べられますが、亀ゼリーの方は亀のエキスやら何やら入ってて癖が強いです。朝4時にスタートした長いツアー。3つのプログラムを削ってここが最後です。ベートンといえば OK ベートンが合言葉のようになっていますね。そういうタイトルの映画があったのでした。運転手さん、ガイドもしっかりしてくれてありがたかったです。ここでお別れ。最後の食事は前日断られたお店で、なんかこの旅行は砂糖豆とクレソンとチキンばかり食べていた気がします。砂糖豆が大きくて美味しい。でも翌日マスクをすると自分が臭くて嫌になりました。ガイベートン。ベートンの鶏は中国から持ち込まれた品種で、育成に時間がかかることもあり、タイでは最も高級な品種の一つとされています。ガイベートンは料理名にもなっています。ガイサッベートンとも言いますが、ニンニクを効かせた醤油ベースのタレが特徴です。長い2日目も無事に終わりました。3日目は市場に行って空港に向かいましたので、市場へ GO シリーズとしてまた後ほど紹介できればと思っています。よかったらチャンネル登録をしてお待ちください。それではこの辺で、サワディーカー、コップンマーカー。